こんにちは、鉄言です。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は阪神電車魚崎駅に来ております。いつもならね、このまま三宮の方に行くんですが、今日はここから六甲ライナーに乗り、六甲アイランドに行きます。僕が知る六甲アイランドというと、サンフラワーや阪急フェリーの乗り場があるところってぐらいで、あとはポートアイランドと同じような感じかななんて思っております。そんな六甲アイランドにあるホテルに今回は宿泊します。そのホテルはこちら。ホテルプラザ神戸です。詳細はこのようになっております。今回も予約はじゃらんの方からしております。一泊朝食付きダブルシングルユース、ダブルの部屋のシングルユースですね。禁煙のチェックインが15時、チェックアウトが10時。利用料金が 11,150 円のクーポンで1000円引き、支払い合計は1万トンで158円と結構安いです。今回ね、宿泊税って取られてないんですよ。だいたい割引前の料金が1万円超えると200円とか取られるんですけども、このあたり地方によって違うのかな、兵庫県なのか神戸市なのか分かりませんが、この宿泊税って現地払いで100円とか200円とか、支払うんですが、結構煩わしいんですよね。ともかく六甲ライナーに乗って向かいたいと思います。それでは皆さんもご一緒に旅している気分で最後までお付き合いください。それではどうぞ。六甲ライナーは住吉駅からマリンパークまで全部で6駅。で、今回は魚崎駅から、3つ先のアイランドセンターっていうところまで行きます。これがね、片道250円なんですよ。めっちゃ私鉄の料金高くなってません？で、調べたら、魚崎から三宮まで240円なんですよ。で、仮にアイランドシティから三宮まで行こうと思ったら、980円かかるんですよ。約1000円なんですよ。ほんと私鉄の料金は高くなっています。人工島ということで、車以外はここを通るしかないのかなって、もうしょうがないのかなと思います。で、アイランドセンターに着いて、階段を降りていくと、ホテルプラザ神戸の広告が出ております。改札を出て左に曲がっていくと、すごいところ出てきましたよ。シェラトンスクエアというところで、こちらホテルとかショッピングモールみたいな、うわーすごいなこれ。UFO が止まってますよ。何ここ。うわーすご。この下が1階ですか。うわーなんか芝生みたいなんがあって、やっぱりアートの街神戸って感じがしますね。後で見に行きましょうか。で、まっすぐ行くとまた吹き抜けがあって、ずっと連絡道が続いてる感じですね。で、今日ね、朝から雨で、夕方には止むんですけども、今降ったり止んだりで僕傘持ってきてなくて、いや、ありがたいです。こう雨に濡れずね、ホテルまで行けそうです。で、ずーっと歩いていくと、パーク六甲愛六甲愛パークっていうところに出てきました。ホテルもありますね。何これ？目玉焼きのでかいのがトランポリンみたいに。で、ここもすごい吹き抜けですね。で、その先にホテルがありました。ホテルプラザ神戸。いや、趣あるエントランスですね。いや、豪華ですね。で、ちょっとね、15分ほど早く着いたので、チェックインできるかどうか、できないとは思いますけども、こちらのロビーもいいですよね、フロント前。で、こちらカフェがあって、なんかケーキめっちゃ美味しそうだったんですよ。それでスタッフさんに聞いてみたら、お部屋の準備ができてるということでチェックインしていただきました。今回は16階の1621号室です。で、フロント横にアメニティコーナーがあるので、必要な分だけもらっていきましょう。カミソリとボディタオル、
で、歯磨きセットとお茶ももらいました。フロントを出て左に曲がるとエレベーターホールがあります。3機あります。なので、エレベーター渋滞は起こりませんでした。それでフロアを見ますと、18階がレストランということは16階は結構上ですね。客室は12階から17階で、11階はウェディングがあります。あとガーデンとか、なんかバーベキューもできるらしいですね。着きました。うわー、ちょっと曇ってますけども、結構いい見晴らしですよ。これは部屋の方も期待したいですね。うわ、晴れてたらもっといいのにな。それでこれ何かなと思ったら、ウォーターサーバーがありますね。いやー、これは嬉しい。で、部屋確認しようと思ったんですが、部屋番号書いてませんね。どこかなって、廊下に書いてますか。はい、確認1621。で、右側で、あ、結構近いですね。ありました。では、鍵は、カードタイプではありませんので、差し込んで回しながら押し込むと開きます。鍵をここの線に沿っておかないと入らないようになっています。おー、広いし、綺麗な部屋は、ベテラン感は出てますけども、いや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 、すごくいい部屋ですね。まずは玄関から見ていきましょう。非常口経路を確認。で、マグネットのやつ。これ貼りたくなりますね。で、入って左側にね、引き戸がありまして、ここはクローゼットというより押し入れっぽい感じもします。で、下にケースがありまして、館内着が入っていますね。ナイトウェア。で、2着入ってます。一番下は空でした。で、もう1枚の全身鏡がある方を開くと、ハンガーが出てきました。4本あります。で、消臭スプレーと、上の棚は一緒です。で、下にスリッパとブラシと、靴べらと靴を磨くやつが置いてあります。で、玄関入って右側ですね。こちらの扉はそうですね。はい。ユニットバスです。広いし、いいですね。大きなタイルが、ベテラン感出てますが、すごい綺麗です。で、湯船も大きくて、で、トイレの水洗のタンクが変わってますね。ちょっと丸みを帯びて、楕円形、なんか米粒みたいです。でも、便器は最新式のやつですね。で、洗面台も広くて、鏡も大きいですよ。で、電話がありまして、タオルをかけるフックがね、2つ。で、バスタオルが2枚。で、湯船も足をピーンと伸ばせてね、広いです。部屋に戻りまして、空気清浄機、プラズマクラスターの大きいやつ、ちょっと花粉症なので、つけておきます。で、デスクの方は大きな鏡がありまして、ライトが2つ。で、ウォーターボトルがあるので、ウォーターサーバーで水を入れていきます。で、テレビはちょっとちっこいですね。そして引き出しにはバーベキューの案内ですかね。後で見ましょうか。で、椅子がですね、こう二つ折りになってるのかなと思ったらそうでもなくて、で、座ってみたらめちゃくちゃ気持ちよかったです。で、こちらはマグカップと、コップ。で、電気ケトルがあって、その隣の扉を開けると冷蔵庫が出てきました。なぜかアイスペールが入ってます。で、氷を凍らさずアイスペールを冷やしています。で、コンセントと、で、こちらにもね、ポータブルコンセントっていうのかな、あります。で、ゴミ箱と、テーブルと椅子があります。
でも先ほどの椅子の方が座り心地は良かったです。で、スタンドのライト。で、エアコンがありまして、ちょっと変わってますね。本体はこちらです。エアコンのつまみ、ロー、ミドル、ハイが消えてますが、ハイも使えます。で、ガソリンのメーターみたいなのがありまして、こちら温度設定ですが、下に、調整できるつまみがあります。ベッドはダブルサイズ、幅140センチはあるでしょうね。大きいですよ。そして、ベッドライトが2つ、両サイドにあります。で、明るさの調整ができ、電話とティッシュがあります。そしてアラームとコンセントが2つ。で、部屋のライトの、スイッチです。で、枕は結構低反発ですが、裏側がビーズ入っています。さあ、今回はイージーモードなので、100点狙いたいと思います。おっしゃ、どうかな、ちょっと行き過ぎてますかね。で、斜めにもなってます。でも、折れ方は綺麗なんで、そうですね。85点です。ベッドなんですが、下は結構柔らかいんですけど、マットレスが結構ね、ポコポコして気持ちよさそうなんですよ。で、見ると、若かりし頃の大スター、日本が誇る大スターの大谷翔平が、広告塔をやってるエアポータブル、マットレス。これ気持ちいいんですよ。これ寝てる絵なんですが、ちょっとわかりづらいですが、めちゃくちゃ気持ちよかったです。さあ、窓からの景色、うっすら見えていますが、すごい眺めです。これどっちの方向かな。多分大阪の方向いてますね。これ晴れてたらもっとよく見えるんですけどね。で、見てたら、サンフラワーと右側に、阪急フェリーが見えてます。いや、出港見れるかな、楽しみです。ホテルのエントランスを出ると、1階に抜けるエスカレーターがあります。で、ホテルの外観を見たくて外に出たいんですが、どうやら雨が降ってきましたね。いやー、ちょっと濡れるのは嫌なんで。で、1階のところにヤマダストアというスーパーマーケットがあります。で、ここずーっと上にね、8階ぐらいまであるのかな。ここはホテルの前の3階のところの入り口です。で、こちらにはカフェとか、なんか専門店がありますね。何の専門店かよくわかりませんが、なんか上の階にはダイソーとか入ってますね。で、こちらなんかスポーツ用品のアウトレットなのかな、アウトドア用品かな、ちょっとわかりませんが、こういうのもあります。さらに進んでいくとですね、ドラッグストアがありますね。こちらで飲み物とか、お菓子とかもありますね。ここでちょっと買い物をしようかな。コンビニまで行けるんですけども、こちらの方が近いので、多分こっちの方が全然安いと思います。冷凍食品とかもありますね。で、お酒なんかも多いですよ、種類。で、こちらはビールですけど、左の方の棚はね、ワインとか置いてました。ウイスキーとか。で、3階から4階に上がってきました。で、ダイソーでもお菓子とか売ってるんですが、まあ下も安いんでね、いいと思います。で、こちらキッズスペースのようですね。なんか普通にテーブルとかがあって一般に利用できるのかなと思ったらそうではないみたいですね。で、部屋に戻ってきました。で、ウォーターサーバーがあるので、お水いただきましょう。これ、ウォーターサーバー各階にあるそうですね。で、冷水をこのボタン1回押すと、だいたい3分の1ぐらいね、溜まります。なので3回押すと、ボトル1杯に、水が汲めます。ちょっと外には行けないので、部屋でね、少しゆっくりしたいと思います。
おやつでも食べながら、お風呂を先入ろうかなと、今、お湯溜めてるところです。で、お風呂にお湯溜めてるんですけども、これね、ちょっとね、お湯を出してたら上からね、シャワーがちょっと漏れてるんですよ。なんかしっかり閉まってなくて。で、シャワーヘッドを下に置いたら、漏れなくなるんですが、下のね、止めるところが壊れてて、上にしか置けません。まあでもお湯溜めるだけなんでね、全然いいと思います。お風呂から上がって外を見ると雨雲が流れていって青空が見えてきました。もう雨は降らないでしょう。ということで、ホテル周辺をぐるーっと散歩してみましょう。こちらはホテルの外観です。出っ張ってるところがホテルの客室のフロアですね。で、こちらね、すごい綺麗なんですよ、建物。このね、なんか斜めになってるところ、階段のようでね、歩いて上がっていけるんですよね。で、ここら辺ね、調べてみると、江南大学が近くにありまして、で、小中高と学校があるんですが、中にはね、インターナショナルスクールなんかもあってね、子供の教育に適しているところなのかなと思いました。そしてこう歩いてみると、人と出会う確率は少ないんですけども、全然なんか、寂しい街っていう感じはしませんね。あ、それでこの建物なんですが、すごい、なんかおしゃれでしょ。で、見たら、神戸ファッション美術館っていうところなんですよ。なんか聞いたことはあったんですが、ここにあったんですね。で、外観もすごいじゃないですか。木があって、円盤みたいなのがあって。で、こちらがホテルですね。ホテルと六甲アイパークとこの美術館がだいたい一つの建物なのかなと思います。で、このトイレもね、なんか関西万博を思い出すような、そんなトイレです。いや、これすごいなあ。この円盤のところって何があるんですかね。これが美術館になるんでしょうか。なんか新内閣発足するときに撮影する階段のようです。で、この辺はね、駅前の広場ということですごい綺麗でね、人もね、それなりに行き交ってるんですが、なんか寂しい感じは一切ありませんね。で、これは、次の日のね、帰りに撮ったんですが、ナメクジもこうピンク色にされたら、おしゃれとしか言いようがありません。で、階段上からね、降りてみましたけど、すごい高いです。まあ、3階の高さ、ビルの3階の高さなんで、結構高いと思います。一応、両サイドにはエスカレーターがついているので、歩く必要はありません。このタイルがね、また可愛らしいんですよね。で見るとね、スペイン階段のタイルアート、装飾。いやー、おしゃれですね、本当に。で、駅の方に向かって歩いていくと、シェラタンスクエアがあります。1階にね、サイズエリアがあって、その横に入り口があって、吹き抜けの1階の部分ね、芝生があるところに出ます。で、ショップなんかもありまして、大きな壁画がね、飾られてます。そしてこの吹き抜けもね、晴れたらね、すごく明るくなるんですよ。先ほどどんよりしてましたもんね。で、この芝生のところもいいですよね。赤ちゃん遊ばせとくにもいいですし、こうやって休憩もできますし。で、シェラトンからホテルの方に向かうところ、途中ね、通りましたけども、ホテルとは反対の方向にちょっと行ってみましょう。こっちの方は結構寂しい感じがしますね。なんか印象がガラッと変わったような気がします。で、連絡道というか歩道橋歩いていくと、こちらなんか学校があるそうですね。で、専門学校なのかな、これは。
で、左側がね、なんかグローバルな何か建物なんですが、よくわかりませんけども、なんかパビリオンの入り口のような、なんかガラス張りのね、何でも万博に結びつけようとしてますけども、これはシェラトンのホテルです。そして東側にやってきました。この正面の建物が六甲アイランド病院だそうです。だからちゃんとね、病院もあって、アイランドシティ駅から六甲アイパークのこの辺りに、施設が固まっていて、で、その周辺にマンションとか、公園があって、生活するね、環境が整っていて、さらに学校も多く、この六甲アイランドから出ることなく、インフラが整ってて、生活ができるという感じですかね。で、なんか自動車学校も確かありました。はい、これで一周です。フェリーターミナル行こうと思ったんですが、ちょっと遠いのでやめておきます。19時50分になりました。辺りがすっかり暗くなりまして、サンフラワーの出港の時間となりました。ここ神戸から大分に向かってサンフラワーは出港します。阪急ヘリーはこの10分後ぐらいに出港のようです。近くで出港を見たかったんですが、部屋から見れるのでよかったです。おやつを食べてからずーっと何も食べてなかったので、めっちゃお腹空いてます。ホテルの上にね、レストランが何軒かあるんですが、お高いので、シラトンスクエアのどこかのお店に行こうかと思います。で、サイゼリア行ったんですが、もう人が多くて、あと学生さんたちがね、やっぱり多いので、やめときました。というわけで、キネアにやってきました。美味しそう。何食べようかな。サイゼリアの口にはなってたんですが、全然大丈夫です。お客さんも程よくいてるっていう感じですね。何にしようかな。一品もあってね、なんかちょい飲みセットとかもあるんですよ。でもちょっとお腹が空きすぎてがっつり食べたいなと。うなぎは高いな、やっぱり。カレーうどんいいな。カレーうどんしようかな。トッピングもいろいろありますね。うどん半玉増量無料ってあります。かやくご飯もあります。というわけで、鶏天カレーうどん半玉増量。そして、かやくご飯。つきました。うわー、美味しそう。いただきます。カレーうどんなんてちょっと久しぶりです。こういうお店で食べるのもほんと久しぶりかな。多分何年ぶりっていう感じですかね。いや、めっちゃ美味しい。すっごい熱々なんですけども、カレーのね、スパイスがちゃんと効いてるんですよ。このカレーのルーがほんと美味しいです。で、鶏天なんですが、もう唐揚げですよ、衣見たら。で、食べるともうジューシーで美味しいんですよ。結構サクサク感が残ってまして、なんかビチャってした感じもなくてね。で、柔らかくて、これなんでしょうね。胸肉なのかな、桃かな、ちょっとわかりませんが。柔らかくて美味しいです。そしてジューシー。ほんで、かやくご飯もね、カレーうどん食べてるから味負けてるかなって思ったけど、全然そんなことなくて、これだけでもめちゃくちゃ美味しかったです。さらに漬物が、なんかすごい美味しかったです。それで半玉増量無料ってことでね、もうだいぶお得ですよ。で、お腹いっぱいになります。で、何よりね、カレーもね、玉ねぎとかお肉も入ってて、もうなんでしょうね、カレーの玉ねぎってめっちゃ美味しくないですか？もう途中ぐらいから汗だくでね、もう頭から汗が吹き出してるんですよ。
いや、でも美味しかったです。もう大満足です。ごちそうさまでした。部屋に戻ってきました。お酒を一杯いただきましょう。というわけで氷をもらいに、部屋の前にね、製氷機がありました。で、内開きなので体を入れてドアを閉めることができなくて、開けっぱなしで氷を入れたいと思います。なんかね、ガタガタガタってずっと音がしてたのは、多分これですね。すごい音です。カタ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 。お酒は下のドラッグストアで買ってきた濃いめのレモンサワーです。では、乾杯ということで、美味しいですね。いや、確かにめっちゃ濃いです。果てにコンビニで買ってきたサラミチップス。キネヤの帰り道にコンビニがあったので、そちらで買いました。最初これハラミって思ったんですが、噛み締めるとサラミの味がしてきます。なかなか美味しいです。油っぽさがない代わりに一つが大きいので、これだけの量のサラミ食べてると思ったら背徳感がたまりませんね。ちょっとお酒を飲みながら、ホテルインフォ見ていきましょう。チェックインの時カードを渡されて、そこに QR コードがあるので、それを読み取って、インフォメーション見れます。で、朝食がね、ここの朝食が美味しそうなんですよね。なんかすき焼きとかあってね、そば飯とかね、美味しそうですね。で、こちら、スカイバーベキュー天空11階にあるガーデンで、バーベキューが食べられるそうです。で、ちょっと見に行きたいなと思ったんですが、ひょっとしたらバーベキューしない人は入れないかもしれません。そしてフロアマップ。こうやって見るとでかい建物ですね。で、5番が円盤のね、外から見た円盤のところ、こちら、オルビスホール。コンサートとか、なんか演劇とか、公演とかするようなところですね。そしてこちらもコンビニで買ってきたルマンドクレープ。何重にも層になっていて、ルマンドもちゃんと入ってるみたいです。でっかいルマンドにしか見えませんが、外側は柔らかくて、中がちょっとね、硬いんですよね。なんか入ってますね。で、2つに割りたかったんですが、ちょっと崩れそうなので、そのままかぶりつきます。では。で、チョコレートの味しかしませんね。チョコレートのクレープと皮のね、ところだけなんですが、2口目食べてみると、ルマンド出てきました。で、いちごのソースの酸味が効いてて、で、チョコレートの滑らかな甘さでね、いろんな味が混ざってますが、決して喧嘩することなくとても美味しかったです。お腹も満たしたので、横になってゴローンとしたいと思います。改めて見ると夜景もすごい綺麗ですね。いや、いいとこ泊まったなぁ。では、そろそろ寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。カーテンを閉めず寝たんで日が差し込んできてたんですが、全然気づきませんでした。それぐらいマットレスが気持ちよかったんですよね。
いやー、朝のこの景色、これ、朝日見たらよかったなぁとちょっと後悔しております。いや、昨日とは打って変わってね、晴れ晴れしてて、すごく気持ちいい天気です。さて、朝食なんですが、7時から10時までやっております。で、3部制で、僕は7時から7時50分を選びました。朝食会場は18階、レストランフロアにあります。で、レストランがいくつかあって、その中の一つの店舗が、朝食会場となっております。いや、にしてもすごいいい景色ですよ。三広場の吹き抜けのところの上ですね、ここは。わあ、いい景色だ。さあ、7時になりました。入っていきましょう。で、このレストランに向かうアプローチに、レタスですか。水耕栽培というのをやっていて、土を使わずに手軽に野菜とかが作れるそうです。だからいつでもね、新鮮な野菜が食べられるようですね。こういうの初めて見ました。入店したらまずは席の確保をします。で、当然窓際を取りました。料理は当然ビュッフェ形式。とにかくね、料理の品数がめちゃくちゃ多くて、本当にね、迷いました。で、ここの名物、すき焼きね、あるんですが、今回ちょっとね、もう食べられませんでした。すき焼き目当てでここのホテル選んだんですが、他の料理に目がね、いっちゃいました。はい、今朝の1膳目です。なんか彩りが黄色いですね、全体的に。ただですね、本当にめちゃくちゃうまかったです。これまで泊まってきたホテルの朝食ビュッフェの中で、まあベスト10に余裕で入る。まあベスト5でもいいぐらいね、とにかく上位のうまさでした。それで今回はご飯ではなくパンにしました。いただきます。オムレツはライブキッチンで目の前で焼いてくれます。で、かけたソースなんですが、味噌チーズクリームソースといってね、これがめちゃくちゃ美味しかったです。でお味噌のコクとチーズのこの滑らかさっていうかね、やっぱり味噌とチーズって合うんですよね。いや、これめちゃくちゃうまかったです。で、サラダにね、クルトン置いてるところはあると思うんですけど、粉チーズが置いてるのはちょっとなかなかありませんね。美味しかったです。それで水農栽培やってるだけで新鮮でとても美味しかったです。あと、スモークサーモンとかアサリとかね、あと、鴨のロースとかあってね、めっちゃ美味しかったです。追加でクロワッサンとチョコのパン、そしてコーンクリーム。これ、コーンクリームも美味しかったんですよ。もう食べたもん全部紹介してたら10分ぐらい尺使っちゃうので、それでスイーツを食べたくてすき焼きを我慢しました。もうスイーツ本当に美味しそうだったんですよね。で、コーヒーもね、なんかちょっと変わってて、同じ種類なのに2種類あるんですよね。まあ、両方これ機械は一緒だと思いますけども、で、こんなに取ってきました。フルーツタルト、いちごロール、チョコロール、シフォンケーキ、チーズケーキ、パンナコッタプリ、そしてストロングコーヒーのマイルドの方とアップルジュース取ってきました。シフォンケーキなんか口に入れた瞬間と出ていきますし、チーズケーキも濃厚でね、結構しっとり系で美味しかったです。で、あとパンナコッタがこれめちゃくちゃうまかったですね。本当にどれも美味しかったんですが、プリンのね、瓶がちょっとでかすぎて、そこを漁ってるようで食べにくかったです。それだけです。大大満足です。ごちそうさまでした。食べ終わったら札を逆さにして席を立ちます。コーヒーはテイクアウトもできるので、部屋で飲みたいと思います。これはコーヒーマシンじゃなくて入れてるコーヒーですね。いやー、時間までゆっくりしたいと思います。来る日一日間違えたな。こんなに晴れてるのに。でもまた晴れた日に来たいと思います。いや、それにしてもこのペット、すっ
ごい気持ちよかった。よく眠れました。ありがとうございました。では、チェックアウトしていきます。それではホテルの評価やっていきましょう。まずはアクセス。神戸三宮へ、30分圏内ということで非常に近いんですが、ただね、往復で1000円近くかかってしまうのはちょっとなと思います。これが六甲ライナーがね、別の会社ということもあってね、これ阪神電車が全部ね、運営してたらって考えたらね、ちょっと不憫かなと思います。そして立地は環境は最高ですね。本当に住みよい環境というのはね、こういうことなのかなと思います。ただホテルとして考えたら特にね、なんか遊べるところがあるっていうわけではないので、静かにね、ホテルで過ごしたいっていう方はもう最高なんじゃないでしょうか。建物設備なんですが、なんていうか、複合施設っていう風に考えたらすごくいいんですが、ホテル自体は普通なのかなっていう風に思います。そして部屋は最高でしたね。広さもそうなんですが、眺望。なんといっても眺望です。周りは海だし、で、六甲の山もね、ちらっとですが見えてますし、いや、最高でした。あと、マットレスね、ベッドのエアーポータブルですか。あれはすごい気持ちよかったです。本当によく眠れました。で、サービスなんですが、ウォーターサーバーは良かったんですが、あと、よくよく考えたら特に何もなかったのかなっていう感じですね。そして朝食はこれまでに数々の朝食ビュッフェを紹介してきましたけども、その中でもかなり上位の内容だったと思います。前日にカレーうどんを食べ過ぎたなということもあって、すき焼き食べれなかったんでね、またね、来ることがあったらすき焼き食べたいなと思います。というわけで、総合評価は3.5。十分ホテルステイできる環境でとても過ごしやすかったです。ただ車があった方がもっと良かったのかななんて思いました。今回ね、本当になんていうか、いいところですね、ここ、六甲アイランドって。ポートアイランドと比較するのはちょっとね、なんか申し訳ないなと思うんですが、かなり良かったと思います。なんていうか、駅降りた瞬間からなんか違うなという風に。人の賑わい、すごい繁華街みたいにね、大勢の人が、行き交うっていう感じではないんですが、ちゃんと生活が見えるという風な、環境だったのかなと思います。それと、六甲アイランドに、来る途中に、大きな橋をね、渡って、海を渡るんですけども、その橋ね、実は歩いたり、自転車で通ることができるんですよ。ただ大変らしくて、橋の上まで一旦ね、階段かエレベーターで上がっていかないといけないらしいんですよ。結構距離もありますし、誰もね、歩いてる人いないと思います。時間があったら一度通って、やめときます。はい。それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントもよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。